空中哲学チャンネルをお聞きいただきありがとうございます。本日は近代フランスの哲学者であり、脱構築主義哲学の創始者であるデリダについて探求していきます。リスナーのあなたにいきなりなんですけど、ちょっと想像してみてほしいんですよ。ええ。例えば12歳のある日、いつも通り学校に行ったら、先生から突然、君はもうこの学校にはふさわしくないから今すぐ出て行きなさいって告げられる。理由を聞いても、ただそういう決まりだからって言われるだけ。まあ理不尽極まりないですよね。ですよね。もしそんな経験をしたら、あなたの目に映るあらゆるルールとか、社会で正しいとされているシステムって、その後どう見えるようになるでしょうかってことなんです。きっとどんなに立派に見えるルールであっても、なんかその裏には必ず残酷な排除の論理が隠されてるんじゃないかって、疑うようになりますよね。そう、まさにそこなんです。今日の深い洞察のミッションはまさにそこにあるんですよ。デリダの難解な哲学用語をただ丸暗記するんじゃなくて、情報があふれて、誰もがこれが絶対的な正解だって声高に主張する現代社会においてですね、はいはい。彼の思想を私たちが生き抜くため、そして時には身を守るための実践的なレンズとして読み解いていきたいんです。で、今日この知的な探求のガイドをお願いしているのは、論文「諸端中心化知識論」、日本語で言うと非中心化知識論への初期的探求の著者である専門家です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちが提唱する理論を通してですね、リスナーの皆さんと一緒にデリダの思想の奥底にある本当に豊かな部分を掘り起こしていければと思っています。はい、早速なんですけど切り込んでいきましょうか。デリダっていうとどうしても破壊者とか難解な言葉遊びばっかりしてる人とか。よく言われますね。ですよね。あとはテキストの解体に執着してて、現実を見てないニヒリストみたいなイメージが先行してる気がするんですけど、私たちって今日彼をどう捉え直すべきなんでしょうか？その破壊者とかニヒリストっていうイメージこそが私たちが今日最も解体したい誤解なんですよ。なるほど。解体したい誤解。デリダを真に理解するためにはなぜ彼が中心とか全体性っていうものをそれほどまでに警戒して、それを解体つまり脱構築しようとしたのか、その理由を知る必要があるんです。その手がかりっていうのが冒頭で私がリスナーに投げかけた問いにつながってくるわけですか？その通りです。彼の行き当たりそのものにあるんですね。彼は1930年、当時のフランス領だったアルジェリアのユダヤ系家庭に生まれました。はい。で、1942年、彼が12歳の時に決定的な出来事が起きるんです。当時、ナチスに協力していたウィシー政権の反ユダヤ政策によってですね、彼はある日突然学校から追放されてしまったんですよ。つまり12歳で学校から追い出されるっていうシナリオはただの例え話じゃなくて彼自身の実際の経験だったんですね。そうなんです。このたった12歳でいきなり社会の中心から弾き出されてしまうっていう経験。それってなんというかただのいじめとか差別とは次元が違いますよね。システムそのものからお前は存在してはいけないって言われてるような暴力というか。まさにその通りです。この中心からの排除と周辺化っていう強烈なトラウマ体験が彼の哲学を貫く根本的な倫理的動機になってるんですよ。なるほど。つまり、どんなに純粋で完璧を誇る中心であっても、それが成立するためには必ず外部を作り出して誰かを暴力的に排除している。彼はその痛みを身もって知っていたからこそ中心を解体しようとしたんです。なるほどな。単なる学問的な興味とか頭の体操として哲学をやってたわけじゃなくて、なんか血の通った痛みを伴う動機があったわけですね。そこから彼はどうやって世界的な思想家になっていったんですか？転機となったのは彼の奇跡の年とも呼ばれる1967年ですね。1967年。この年彼は一気に3冊の歴史的著作を出版したんです。言語で言うとデラ・グラモトロジー、日本語でグラマトロジーについて、それからレクリチョール・エ・ラ・ディフェロンス、エクリチュールとサイ、最後にラボア・エル・フェノメン、声と現象ですね。いや、1年に3冊も歴史的名著を出すってとんでもないエネルギーですよね。そこで彼がターゲットにして批判したのって何だったんですか？西洋哲学を2000年以上にわたって支配してきたロゴセントリズム、つまりロゴス中心主義とフォノセントリズム、音声中心主義です。
出ましたね、専門用語。ロゴス中心主義と音声中心主義。これリスナーのためにもう少し噛み砕いてもらえますか？はいはい。簡単に言えばですね、西洋の伝統的な哲学では、理性とか神といった絶対的な真理、中心ですね。それがあると信じられてきたんです。ふんふん。そして、その真理を最も直接的で純粋に表現できるのが人間の声だとされてきたんですよ。声は今この瞬間に発せられて、相手に直接届くから嘘がないと。生の声が一番大事だってことですね。そうです。一方で、文字などの書かれたもの、これをアーキライティング、つまり現エクリチュールと呼んだりするんですが、文字は書いた人がいなくても後から読めてしまうため、誤解を生みやすい二次的なもの、劣ったものとして貶められてきたんです。なるほど。生の声が一番偉くて、書かれた文字はただのコピーに過ぎないっていうヒエラルキーがあったわけですね。でもデリダはそれに異を唱えたと？はい。彼はそのヒエラルキーをひっくり返したんです。その武器となったのが彼の代名詞ともいえるディフェランス、差異という概念ですね。ディフェランス、差異。これもまた難しそうな言葉なんですけど。これはフランス語の差異ディフェレンスと遅延ディフェラルを組み合わせたデリダの造語なんですよ。差異と遅延で差異。彼が言いたかったのは、言葉の意味っていうものは発したその今ここに完全な形で現れることは絶対にないっていうことなんです。意味は常に他の言葉との空間的な差異によってしか成り立たず、かつその真の意味にたどり着くことは常に未来へと時間的に遅延していくという思想なんです。ちょっと待ってくださいね。それってつまり、差異っていうのは、まるで歩いても歩いても決してたどり着くことのない地平線みたいなものですか？いい例えですね。なんか、私たちが、わかった。これが絶対的な真理だと思った瞬間に、それはすでに別の意味へとスライドしてしまっているみたいな感覚というか。まさにその通りです。だからこそ、絶対的な真理に一足飛びにアクセスできる声の優位性なんて存在しないんだってデリダは言ったんです。すべては現エクリチュールという無数の関係性と遅延の網の目の中にあるんだと。なるほど。ここで彼が放った有名なテーゼがイルニアパドオルテクスト、つまりテクストの外部はないなんです。テクストの外部はない。これめちゃくちゃよく引用されますけど、正直すごく引っかかるんですよ。と言いますと？だって私が今目の前にあるこのコーヒーカップを見ているとき、これは言葉とかテキストじゃなくて物理的な現実のカップじゃないですか。現実はテキストの外にあるんじゃないですか。私たちがそう感じるのは当然ですよね。でもデリダが言いたいのは、私たちがこれはコーヒーカップだと認識する時点ですでにグラスではないとかお皿ではないといった他の概念との差異や文化的な文脈という解釈の網の目、つまりテクストにとらわれているっていうことなんです。なるほど。純粋な現実そのものを見ているつもりでも、もうフィルターがかかっているってことですか？私たちが意味付けや解釈のフィルターを完全に外して純粋な絶対的現実そのものに直接触れることは不可能だっていう意味なんですよ。いやー、解釈のフィルターからは絶対に逃れられないと。でも、ここで少し意地悪な質問をさせてください。はい、どうぞ。常に意味が遅延して絶対的な真理にたどり着けない。しかも全ては解釈の網の目の中だと言われたら、過去の学者たちが彼は現実逃避をしているただのニヒリストだって批判したのもなんかわかる気がするんですよね。なるほど。だってどうせ何事も確定しないなら真理なんてないし、社会を良くしようとする努力も無駄じゃないかって思えちゃうじゃないですか。いや、本当に鋭い指摘です。そしてまさにそこが当時の西洋哲学界がデリダに対して抱いた最大の誤解であり、彼を一方的に批判したポイントなんですよ。やっぱりそうなんですね。私たち著者の視点から言わせてもらえば、過去の学者たちはデリダの思想の半分しか見ていなくてですね、彼の思想の根底にある最も重要な次元を完全に見落としていたんです。過去の学者たちは具体的にどう彼を批判したんですか？例えばですね、理性的な対話による合意形成を重んじる、フランクフルト学派の巨星ユルゲン・ハーバマスなんですが、彼は非常に批判的でした。ハーバマスが？彼から見れば
デリダの思想は人々が理性的に議論して社会を良くしていく基盤を破壊して、哲学を単なる文学的な修辞学とか無責任な言葉遊びに歪償化しているように見えたんですよ。お前のやってることは書斎に引きこもったインテリの言葉遊びだ。現実の政治や社会問題に向き合っていないっていうわけですね。ええ。さらに英米の分析哲学者であるジョン・サールたちからも、言語の明確なルールとかコミュニケーションの意図を無視する危険な虚無主義だって切り捨てられたんです。サールからもですか？はい。彼らからすれば、デリダはテキストを無限に解体していくことにのみ固執する迷惑な破壊者だったんですね。確かに、当時の理性主義や論理学の重鎮たちからすれば、秩序をかき乱す存在に見えますよね。じゃあ、私たち、つまり専門家であるあなたの研究チームは、この一方的な評価をどのように覆して、デリダをどうやって救い出すんでしょうか？彼がただの破壊者じゃないっていう証拠はどこにあるんですか？それを明らかにするのが私たちの論文の核心である全体的哲学というフレームワークなんです。全体的哲学。私たちの非中心化知識論に基づけば、歴史に名を残すような真の哲学者は必ず単なる一つの視点じゃなくて3つの次元を兼ね備えた全体的哲学を語っているんですよ。その3つの次元っていうのは何ですか？はい。一つが知識性、ノエツシティですね。愛とも言います。2つ目が形状性、オンティカリティ。これは体ですね。そして3つ目が倫理性、プラクシケリティ、用です。知識性、形状性、倫理性。つまり愛対用ですね。過去の学者たちはデリダがこのうちの知識性っていう表面的な部分ばかりを語っていると誤解したんです。でも私たちはデリダも間違いなく全体的哲学者であって、単に彼が知識性というテキストや言語の解体からアプローチを開始した、つまり侵入点が違っただけだと断言しているんです。侵入点が違っただけで、実はその奥に広大な全体像を持っていたと、ちょっと抽象的なのでリスナーのためにも一つずつ噛み砕いていきたいんですけど。もちろんです。まず彼がアプローチの入り口にした知識性、つまり愛っていうのは具体的に何をしている状態なんですか？これは動的な媒介、つまりプロセスですね。過去の学者たちが執着して批判した脱構築、リコンストラクションそのものがここにあたります。なるほど。脱構築がツールだと。デリダはここでdissemination、散種や supplement、代補といった概念を使ってガチガチに固まった中心主義を解体していくんです。すみません、ちょっと待ってください。散種と代補、そこ完全に置いてけぼりになりそうです。もうちょっと二次量的な言葉で説明してもらえませんか？すみません。少し専門的すぎましたね。まず散種ですが、これは植物の種が風に吹かれてあちこちに散らばっていくイメージを想像してください。種が散らばる。言葉の意味が一つの正しい正解っていう場所に根付くことはなくて、常に予期せぬ方向へと散らばって増殖していく。だから一つの意味で世界を支配することはできないっていうことなんです。なるほど。種が散らばってコントロールできない状態なんですね。じゃあ代補っていうのは？代補は何かを補うもの。例えばビタミンのサプリメントを想像してもらうと分かりやすいです。サプリメント。私たちがサプリを飲むのって元の食事だけでは栄養が欠如しているからですよね。はいはい。足りないから補うわけですよね。そうです。つまり後から付け足されたおまけに見えるものが、実は元のものが最初から不完全であったことを暴露してしまうんですよ。なるほど。デリダはこれを使って完全無欠に見える法律とかシステムの欠落を暴き出していくんです。ただこれらはあくまでつまり目的へ向かうためのツールに過ぎないんですよ。いやー、すごく腑に落ちました。脱構築というのはただ手当たり次第に壊してるんじゃなくて、そのシステムが隠し持っている不完全さを暴き出すためのツールだったんですね。じゃあそのツールを使った土台にある型上性、つまり体っていうのは何ですか？型上性とは究極の基盤であり、彼がよりどころとする理想の地平なんです。デリダの基盤は絶対的な神でも揺るぎない理性でもありません。それは絶対に固定されることのない無限に開かれたサイエンであり、ラブニール、つまり到来すべきものなんですよ。到来すべきもの。
究極の基盤が未来にあるっていうことですか？そうです。今存在しないけれど、常に私たちを呼び覚まして、今のシステムに安住することを許さない純粋な潜在性。それが彼の哲学の基盤となる体なんですね。逆に固定された土台がないことが究極の土台になってるっていうのが面白いですね。ではいよいよ最後の次元。ツールである知識性を使って未来の地平である型上性を見据えながら彼が最終的に到達しようとしたゴール。つまり倫理性。これは何だったんでしょうか？これこそがデリダの真の終着点、実践としての彼岸なんです。彼が既存の限界とかルールを解体するのは、決してニヒリズムのためじゃありません。はい。それは、Deconstructibility of Law、法の脱構築可能性を明らかにして、その先に決して脱構築することのできない Undeconstructive Justice、正義の脱構築不可能性を見出すためなんです。ちょっと待ってください。法律と正義を分けたんですね。脱構築できる法と脱構築できない正義。これってどう違うんですか？例えばですね、ある国が我が国の移民法は完璧で公平だって主張したとしますよね。これが法です。はい、ルールとしての法ですね。でも人間が作るルールとかシステムは常に不完全で、必ず誰かを排除して成り立っているんです。12歳のデリダのように。だから法は常に脱構築、つまり解体して見直して修正されなければならないんですよ。なるほど。それはなぜか、システムから排除された絶対他者に向けたホスピタリティ・インコンディショナル、つまり無条件の歓待を実現するためなんです。無条件の歓待。このどんな他者であっても無条件に迎え入れるという無限の責任、不可能とも思える理想への希求こそが決して解体できない正義なんですよ。はあ。ここでやっと全体像がつながりましたよ。つまり、デリダはただ建物を壊して喜んでる解体業者じゃなくて、実は壮大なビジョンを持った建築家だったんですね。まさに。彼は知識性っていう脱構築のハンマーを使って社会の偏見とか排除で作られた分厚い壁を壊し続けた。それはシステムから排除された他者を迎え入れるための無限に開かれた誠意、つまり無条件の歓待を作るためだったと。はい。そしてその根底には12歳の時に排除された少年が信じ続けた無限に開かれた未来への地平、つまり形状性があったということですね。いや、素晴らしい要約です。システムによって排除される痛みを誰よりも知っていたからこそ、彼は他者への無限の責任を引き受けようとしたんです。この全体像が見えて初めて、彼が極めて倫理的な思想家であったことが理解できるんですよ。なるほどな。過去の学者はハンマーの動きばっかりを見て、彼が作ろうとしていた正義を見落としていたんです。私たちの研究は難解なテキストの下に流れるこの強烈な倫理的脈動に光を当てることなんですよね。そう考えるとデリダの思想って上下の塔の中の学術的な議論を完全に飛び越えて現代を生きる私たちの日常にものすごく直接突き刺さってきますよね。本当にそう思います。デリダが深い倫理的動機を持った全体的哲学者であることが分かった今、リスナーの生活とか現代社会において彼の思想ってどう機能するんでしょうか？デリダの言葉のみを用いて現代社会を語るならばですね、私たちは今あまりにも請求に全体性とか完璧なシステムを構築しようとしていますよね。誰もがこれこそが絶対的な真理だって主張して自分たちの正義で世界を覆い尽くそうとしている。SNS とか見てても本当にそう感じます。デリダの哲学はそうした私たちの傲慢さに対して絶え間ない警戒と責任を要求するんですよ。自分が絶対に正しいと信じ込んでいる時こそ一番危ないっていうことですか？いかなるシステムもルールもコミュニティも完成されたものではなくて常に欠落を含んでいるんです。だからこそ私たちは脱構築の手を止めてはならない。自分が支持する完璧に見えるルールが実は誰を排除しているのか。真の正義は常に到来すべきものであって決して今ここで達成されたと満足してはならないんです。排除された他者に対する無限の責任を突きつけてシステムに向けて常に開かれ続ける姿勢、それこそが彼が現代に遺した最大の遺産だと私たちは結論付けています。リスナーのあなたにとってこれは今日からすぐに使える非常に実践的な教訓になりますよね。あなたがもし仕事や社会の中で完璧に見えるルールとかこれが絶対の正解だ、これに従えば間違いないっていう強い主張に出会った時、きっとデリダの幽霊があなたの肩越しにその亀裂を探せっ
って囁くはずです。えなぜなら、その完璧に見えるシステムのほころびにこそ、排除された人々の声が進んでいて、私たちが無条件に歓待すべき他者がいて、真の正義が入り込む余地があるからなんですよね。本当にその通りです。私たちが彼の思想を下中心化知識論として読み解く理由もそこにあるんです。中心を持たないっていうことは、決して無責任なニヒリズムになることじゃありません。むしろ、あらゆる周辺、あらゆる他者に対して無限に責任を負うという非常に厳しく、しかし豊かな倫理的実践なんですよ。あらゆる構造を脱構築して、未知の他者を無条件の歓待で受け入れる無限の責任。しかし、この無限の責任に押しつぶされることなく、私たちは日々の生活の中で、いかにしてこの開かれた姿勢を保ち続けることができるのでしょうか。まあ、それは本当に難しい問いですよね。私たちはどうすれば、常にシステムの完成を疑いながら、自分自身の人生を力強く歩んでいけるのか。これは、次にあなたが誰かと意見が対立したとき、あるいは自分は絶対に正しいと思い込んでしまったときに、ぜひ考えてみてほしい問いです。システムの完成を疑って到来すべき正義を待ち望み続ける、その終わりのない旅に出ることこそがデリダが私たちに突きつけた哲学の本来の姿なんだと思いますね。12歳で学校から追放された少年が抱えたトラウマがこれほどまでに普遍的で、未来に向けられた壮大な倫理の建築物へと昇華されたことに改めて圧倒されます。世界は白黒つけられるほどクリアではありません。しかし、その曖昧さや亀裂の中にこそ、私たちが真に向き合うべき他者がいるのですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。この考察が皆様のお役に立ち、何かインスピレーションを与えるものとなれば幸いです。それでは、また次回お会いしましょう。